こはラッフルズシティライフシショッピングモールですね。これって何年ぐらい前にできたんですかね。多分3年ぐらい前ですかね。ここは中山公園、ジョンシャン公園ですね。このライフシーって最初私知ったのは人民広場レンミングワンちゃんのところにあって知ったんですけど、まあいろんなところに出てますね。多分なんかわかんないですけど、どこかの不動産デベロッパーが開発したショッピングモールなんでしょうね。ナイキとか、あと向こうにはテスラがありますね。アメリカの企業ばっかりですね。あれ、中国とアメリカってなかなかこう関係いろいろ政治的なあるんですけど、アメリカの企業中国でめちゃくちゃ進出して活躍してますからね。スタバもマクドナルドもケンタッキーもピザハットもすごいっすよね。なんであんなアメリカ企業って強いんかなって思いますね。やっぱりこうシステムを作ってこう運営するのが上手なんでしょうね。特に飲食店の場合はフランチャイズ作ったり。なんか人多いな、やっぱり今日。今12時17分ですね、時間は。ちょっと今日午後3時には私この地下鉄11号線のファーチャオの1個手前かな、江蘇省のところに行かないといけないので3時間後ですね。多分そこまでこのジョンシャン公園から調べると1時間で行くので、まあまだ1時間ちょっと時間あるのかな。ちょっと散歩したいと思います。まあその江蘇省のところに行くのも動画にしようかなと思ってるんですけど、ちょっと友達と会うために行きます。まあいつも何回か動画に出てる蘇州に行った時の友達なんですけども、まあ、友達もちょっとコロナがあるんで上海に来たくないと、私も蘇州行こうかなと思ってたんですけども、ちょっと私ある事情で今ガオティエに高速列車に乗れないんで、なので、地下鉄で行ってですね、江蘇省まで地下鉄で入って、そこからタクシー乗ってどっか行こうかなと思ってます。ファーチャオの1個の手前ってなんていうんだろう、ジャオフォンルーですかね。ジャオフォンルーとかっていうところだと思うんですけど、そこであってもいいんですけど、お店が何もないんですよね。本当にいい店がなくて、なので着いてからタクシーでどっか行こうかなと思ってます。中山公園こんな感じですね。いつも何回も撮ってるんであれですけど、どうしようかな。1時間ちょっとブラブラ歩こうと思ってるんですけど、どこ行くか全然考えてないです。これ本屋さんか。本屋さんでなんか Kindle の宣伝載ってますね。この本屋昔来ましたね。なんか HSK の勉強の本買いに。一応私 HSK3949959って模擬試験本買ってやりましたね。
で実際試験受けたのも3級4級5級全部受けたのかな。一応合格点には達してるんですけど、全然中国語喋れないですテストだけはできるんですけど、まあ、全然喋れないって言っても一応生活できてますけどね、まあ、テストと喋るのもまた違いますからね。テストの時当然喋る試験なんてないですから読み書きだけなんで、リスニングもあるか、聞くのもありますけど、昔は筆記テストっていうか紙の試験だったんですけど、こう鉛筆で書くマークシート。最近はコンピューターですよね。最後に受けた時もコンピューターでしたね。何年か前受けましたけど、ただコンピューターの時は漢字知らなくても最後の作文みたいなピン打てば漢字出てくるんで、漢字忘れた時にはラッキーなんですけど、逆にピンを忘れた時に打てないんですよね。漢字は知ってるけど、それで点数取れないっていう、まあ、どっちがいいか分かんないですけど、手書きで入力できたらいいんですけど、それできないので、 iPhone とかだと中国語手書き入力できるんですけど、 HSK の試験の時はピンだけですからね。いやだから作文で考えたんですけど、短い文作りなさいっていう時、こういう文章をフォーマットで先作っといたら必ず点数取れるんじゃないかって思ったんですよね。例えばなんか上海はあれか、なんか単語出てきた時ですね、〇〇っていう単語、〇〇っていう単語を辞書で調べましたみたいな文章を書いたら点数にならないのかなと思ったことありますけどね。どんな単語出てきてもできますからね。最近は全然もう HSK とか、なんか今年から2022年から HSK の形が変わるみたいですね。今は新 HSK で1級から6級まであって、6級が一番上なんですけど、さらになんか上に階級が追加されるみたいですよね。まあ、なので私全然中国語できないですけど、一応 HSK5 級も6級が一番上で5級まで持ってますっていうと、おーって知らない人は思うんですけど、上に級追加されるとなんか5級の価値が下がった感じでちょっと嫌なんですけど、ただもう一回また勉強して受けるのも面倒くさいなと思いますね。まあ、受けていい級持ったからって何の得にもならないんで、自己満足だけなんですけど、そうか、あれ11号線行くのってこの中山公園からジャンスルーまで行って、ジャンスルーから11号線乗るので、どうせだったらここからジャンスルーまで歩いて行ってもいいですね。ここって日本料理はなんかすごい高そうなんですけど、どうなんですかね。上のなんかコーヒー屋もおしゃれですよね。ちょっと日本料理屋のメニューみたいなのあんのかな、ちょっと見ていこう。定食が79元から、メニューないですね。ちょっと見るだけ見ていきましょう。高そうな店ですね。你好，你们菜单有吗？有，我可以看菜单吗？可以，我应该说是男生180菜单。对，稍等一下。うん。180吗？对。高
かそうな店ですねこれ。你要不要坐这边？ああ没关系没关系。我们是有这两种是中午的，然后这种是晚上只有这个，然后中午的话也可以。哦，这样的哦。じゃあ1280。对，然后这个是614。哦。对对对。610。啊。然后中午的话，我们也有那种单人的那种简餐，就是定时，在那个大众点评的那个 APP 上面可以团购。好的好的。不客气。思った通りめっちゃ高いですね。昼間のコースで690元、夜1000いくらでしたっけ、あれ1300いくらとか、コースしかないんですね。ここはなんか日本人向けの場所なんですかね。日本語で書いてますよね。ゲストルーム、ホテルなんかなこれ。サービスアパートみたいな感じですね。ちょっとでも日本料理屋めっちゃ高いですね。1人690元っていくらですか。1万2、3000円ですよ、昼で1人。まあなんかちょっと割引も書いてましたけどね、でもちょっとほんと高いですよ。多分日本人なかなかああいうとこ行かないですよね。中国人の金持ちが行くとこですよ。ちょうどここからジャンスルまで歩いていったら1時間もかかんないですけど、30分ぐらいかかってちょっと早いけどいいぐらいですかね。ここも今なんかずっと改装してますね。ファーメイダーグアンチャンっていうんですね。ファーメイダー。さっきの店メニュー見ないといきなり行ってもあれですね。それなりに美味しいのかな、あんな高いだけあって。チャンニンルー、チャンニンルーは向こうなんですね。こっちはユーエンルーですか。発音難しいんですけど、今日行くとこ早めに行ってコーヒー飲んでもいいけど、また友達ともコーヒー飲むからな。ちなみに今日は家でいっぱい飲んできたんで、コーヒーと、あと久しぶりにチーズケーキ食べましたね。ちょっと食べたくなったんで、アリババのハマーで頼んで、食材買うときにチーズケーキも一緒に買って、ただチーズケーキ1個1人だとほんとでかいですね、丸いやつ。2日3日ぐらいかかりそうですね、食べるのに。ここもなんかカフェ安いな、ここ15元25元。人全然いないけど、いるか。こういう小さいカフェが本当増えてますよね。
この通りもでも結構カフェとかできてんのかな。前通りましたねちょっと忘れましたけど。あ、ここもカフェあるわ。ちょっと写真撮ります。ここはお茶の店。なんか風鈴みたいなのがありますね。こっちはこれは何？もうカフェですか？これレストラン？これ何の店ですかね？何の店か分かんないで、ちょっと写真撮って後で調べよう。これはまあ中国の甘いスイーツの店ですね。まあ、クリスマスって書いてますもんね。まだもう1月ですけど、まあ春節まで一応クリスマスですね。あ、銀ってここにあるんですね。日本料理屋で結構いいですよね、これ。三木和田ダイニング、これも日本料理屋ですよ。そうだ、この一角こういうのあるんですね。あ、ここ前来ましたね。あ、でもこの区画そんな広くはないか。ここだけか。この店、マネーショップスっていう店なんですか、これ、店の名前。パンとか、良さそうですね、これ。こっちもなんかあるか。ここにもなんか店がありますね。エレメントって書いてあるね。カフェか。カフェですね。上は洋服屋さんですね。あっちはあれもカフェ？あれはマネキュアの店ですか？カフェかなんかよくわかんない。小物の店、ネイルって書いてるから、あれですね、メジャーマネキュアの店ですよ。なんか男もマネキュアするようになったら面白いと思うんですけどね。黒いマネキュアとか合うと思うんですけど、男でも誰もしないですよね。ここは洋服屋さん。ちょっとイヤホンの線が戻さないといけない。この建物すごいですね。
前来ましたね。何ヶ月か前。これもすごいな。ここもこれカフェ。ああ、わびカフェって書いてるわ。カフェですね、これ。めっちゃおしゃれじゃないですか、これも。こっちはこれ何ですか？何の店かよくわかんないですよ。チャオズチャオズって書いてるんですけど、何の店なんかな、これ。よくわかんない。あ、ここもカフェですね、これ。めっちゃ増えてますね、ここ。前もあったんかな、気づかなかっただけかもわかんないですけど、これ小豆と抹茶の来たんですよ。これって何なんですか？アイスクリーム？なんか思ってたのと全然違いました。なんかお汁粉みたいなのが食べれるのかなと思ったんですけど、これアイスクリームですね。これはこの白玉みたいなのと小豆ですね。こっちはアイスクリームですね。これは栗の甘露煮みたいなやつですね。まあ全部甘いですけど、まあ美味しいのは美味しいんですけど、このアイスクリームこんなでかいのいらないですね。なんか隣のカップルは2人で1つ食べてますね。確かにこれ2人で1つでいいですね。1人で食べれないです、これ。なんかこう寒い冬に暖房効かせたあったかい部屋で冷たいアイスクリーム食べるってめっちゃ贅沢ですよね。美味しかったです。ただこれ58元って1000円ぐらいするんですよね。めっちゃ高いですね。それではジャンスルーの駅まで行きたいと思います。こういう畳の部屋もあるんですね。部屋というか席。マシュマロラテとかこういうのにしたらよかったな。ちょっとアイス食べたからちょっと寒いですけど、まあでもアイスの店ですからね。この辺の家もいいですよね。肉の月餅売ってますね。ゆえて肉のこの間食べましたね、初めて。なんか中は肉まんみたいな感じですね。ただ外の皮というかあれは肉まんみたいにしっとりしてなくてちょっとパサッとした感じで、食べるときあれ飲み物必要ですね。そこにもカフェありますね。ウェンピックスフライっていう豚が飛ぶときっていうことですか。10時までやってるんですね。土曜日金土日は11時まで夜やってるんですね。中はパンがあるか。こっちはカフェじゃないか。こっちはなんか高層ビルですもんね。これはなんかレストランちゃうか、家具屋さん。いやレストランですね。これ何のレストランだろう。イタリア料理ですかこれ。なんか
コースになってるんですねこれ。あ、でもパスタだけとかも食べれるか。おー、食べてみたいですけどねここ。ただまあ一人でちょっとここ入って食べる感じでもないですねこれ。こういうのちゃんとメモしてリスト化しとけばこう誰かを誘ったり誰かとどっか行こうって言われた時、ああじゃあここ行こうってパッと出てくるんでしょうけどね。なのでああいう店ほとんど私行ったことないですよね。普段一人で牛丼とか食べてるんで。ここもこれカフェバーか。バーですねこれは。メリークリスマスって書いてるけどまだ。こっちは散髪屋さん。あそこもなんかありますもんね向こうのビル。これは何？エステか。じゃあ美容整形の会ある。ここは何の店？若い女の子がいっぱいおるんですけど、ギャラリーって書いてるけど何のギャラリーですか？画廊ですかこれ。出口ですね。ああみんな若い子ばっかり入っていくんですけど、ハッピーホリデーズ。なんかこのキャラのバーバーパパなんかよくわかんないですけどイベントみたいな感じなんですかね。理解できないです。子供おるな。やっぱこのなんかこのアメリカのこれ漫画ですかね。そういうののなんかイベントですかね。理解できないっていうちょっとやばいですね。いやーほんとやっぱ寒いですね。あれアイスクリーム食べたら今度寒いからコーヒー飲みたくなってきて、次から次にこう食べ物を食べないといけない状況になってくるという。いやこの通り本当いいですね。今これ DJI で撮ってるとあんまり揺れ気にせずバンバンカメラ左右に振ってるんですけど、そんな揺れてないですかね。 iPhone だとかなり気使わないといけないんですけど。この一角もなんかありますもんねこれ。ベンチで座ってる人が。前来ましたね思い出しました。こういうおしゃれなのもあれば、まあ向こうもおしゃれじゃないとは言わないですけど、こうローカルの雰囲気のある店もあって、
ステーキハウスか。リボンステーキハウス。これコースか。1688元。こっちはこっちステーキハウスで、こっちカフェか。一人で入りにくいな。でもここそこのステーキハウスちょっとメニューだけ見ようか。どんな感じの店。でもなんかみんなステーキ食べてるというよりはカフェであれですね。你好，你们菜单有吗？您是要用餐对吗？啊，对，用餐的话在2楼。なるあ、是吗？对。1階はカフェで2階がご飯食べるとこみたいですね。ちょっとメニューだけ見てみましょう。なんかちょっと美味しいステーキを食べたいなとちょっと思ってるんですけど、なんかなかなかこう你好，我开港菜单。好，谢谢。メニュー。パスタ、サイドディッシュ、デザート。600g とか 1000g とかめっちゃ多いっすよね。何人かで食べないとこれ1人 600g 絶対食べれないですよね。でもこれ2人でも 600g と 300g ずつで結構多いっすよね。どういう風に食べるんですかね、これ。谢谢。まあ雰囲気のいい感じですね。すごい。ちょっと今日時間あるからわざとこういうとこ入ってそのままジャンスルーまで歩いてすぐ着いてしまうんで、ちょっと中入ってます。すごいな。なんか全然知らない世界がいっぱいありますね。ここはここもカフェ。ここもカフェですね。すごいね。ここもなんかいっぱいあるんですね。全然知らんかった。ハンバーガーの店。ここ何の店？これもカフェですか。来たのってなんか日本語で書いてあるけど和風のカフェなんかな。ケーキショップ。
パブリックマーケット。ここも何なんですか、モダンおでん。何の店ですかこれ。ちょっとそこになんか書いてあるんですけど、定食屋みたいな感じですか。なんか定食屋みたいな感じですね。あれか、おでんの定食屋か。ここもこれカフェ？ここから入るんですかこれ。なんかちょっと本当理解できないできないですねこれ。パブリックマーケットって書いてるんだけど、ゴンゴン、これ何なんですかね。パブリックマーケット、こっちはトイレか。上になんかあんのかな。公共の場所なんですかねこれ。いやー、それは若い人こういうの知ってるんですね。全然知らんわ。これ歩いてなかったら絶対一生知らずにこう、ダンススタジオとかかこれ。一生知らずにこれ上海からあれですね。じゃあ何があんのかな。公民館みたいな場所ですか。日本でいう私もこっち住んでて上海の変化はすごい知ってるんですけど、それでもやっぱりなんか昔のイメージが残ってるから、なかなかこういうのを見ると驚きますね。ちょっとこれはちょっとスマホでもちょっと動画撮っときます。鍋の店か。いや、ここは何これ、雑貨屋さん、雑貨じゃないわ、小物屋さん。招き猫とか売ってますね。女の人ばっかりですね。ここ何なんですか。お酒の店、酒屋さんですかこれ。酒屋みたいな感じですか。バーですか。バーなんかな。バーなんかな。よくわかんないですね。まあでもこういうところ観光で来た時行く価値あると思いますけどね。豫園とか新天地とかよりも全然。それでもクリスマスの時
新天地もあれですよ、この通りも良かったかもわかんないですね、面白いかもわかんないですね、こういうところ。新天地はもうメジャーすぎて人が多いし、まあここも多いかもわかんないですけどね。あ、ちょっとこの道のなんか張ってますね。結構歴史的な古い建物がこれいろいろ残ってるんですね。もうすぐジャンスルーの駅に着くと思うんですけどね。さっきのステーキ屋のメニューはよく分かんなかったですね。めっちゃ量多そうなんで、一人ではいけないですね、あれ。ここもカフェですか、これ。めっちゃこれもおしゃれじゃないですか。なんかどうしてもなんか昔の中国のイメージから私も離れられないですからね。なんかこういうのを見るとすごいなって思うんですよね。まああと日本にずっと住んでないから、日本でもどういう風な変化があるかよく分かってないっていうのもあって、すごいわ。周りが変化してるのと私が年取ってついていけないっていうのもあるんですかね。それは嫌やな。ここは小籠包の店、小籠包の店か。餃子とか綺麗ですね、これ。全然私食べれますよ、こういうところだったら。あっちにもなんかちっちゃいカフェが一軒あるか。ここはなんかアパレルの店かな。この道まださらに向こうあるんですけど、ちょっともうジャンスルの駅に着いてしまったんで、私ここからこの辺で終わりますけど、まあ駅までちょっと移そうかな。いやー、ほんとちょっと変化がすごいですね。全然ついていけないですはっきり言って。なんかテレビとかそういうので見ると高層ビルがすごいとか、スマホ決済がすごいとか、そういうところもばっかり出るんですけど、こういうちょっとした路地の変化もだいぶ違いますからね。こっちにも駅の乗り場あるんでしたっけ。あそこから入れるか。ということで一旦ここで終わって、蘇州というか江蘇省の境目まで行く金山かな、あれ。動画はまた別に今から撮るんで、一旦これはここで終わりたいと思います。あれ11号線、ここでいいっすよね。そうですね。じゃあ私ここから江蘇省に行くんで、また別の动画で見てください。それではありがとうございました。谢谢大家，再见。我现在去昆山坐地铁11号线去昆山。谢谢大家，再见。